そうですね。日本の未来について希望を感じることは、うーん、今はまだちょっと少ないかもしれない。政府の子育て支援や給付金、結構あるんですよ。子供一人につき毎月、1万円から3万円ほど給付があるんですよね。それがやっぱりその家庭によるんですけども、子供が何人いるかだったりとか、子供が何歳だったりとかで変わるんですよ。でもそういう給付金を2ヶ月に1回政府からもらって支給してもらってますね。あとはその病院代が一律になったりとか、家庭の所得の制限がなかったりとか、高校生までそれが続いたりとか、これがやっぱりその問題だとは思うんですけども、住んでる場所によってそこの制度が全く違うんですよね。私が住んでいるところは広島県の中でも割と子育て支援をしっかりしているところなんじゃないのかなとは思うんですけど、でもやっぱり人によるので、それは、同じ市に住んでいても、いやもうちょっとしてほしいなとか、結構保育園とかでももうちょっとここはこうしてほしいとか、0から3歳、3歳になる学年の子まではすごく保育料が高かったりするので、それが0円になってほしいなとか、やっぱり地域によってそこの差はあると思います。本当に効果自体も人によるっていう部分はすごく大きいと思うんですけれども、効果を得ようと思えばすごく調べて、その給付金だけで絶対に賄えるというか、一つ例を出すと、やっぱ出産だけでもすごくお金がかかるんですよ。で、私出産した時に一番高かった子で、国からの給付プラス20万支払ったんですよね。でもこれって本当に人によって、そこの病院じゃなかったら1円も払わない、むしろお金が戻ってくるっていう病院もあるんですよ。でもそれって、私はそこの病院が良くて調べてそこを選んだので、それで納得しているんですけども、病院っていっぱいあっていろんな病院がある中で、なんでそれが一律じゃないのかなとか、なんでそこまで政府が対策してくれないのかな、子供一人産んでるのにって思ってしまう人は全然いると思います。やば、一人産むのにですか？でも道元さんのチャンネルでありましたよね、一つ動画で出産について。私それを見た時もびっくりしたんですけども、なんかそれを見るとやっぱり日本って、産むことに関しては恵まれていたのかなとも思っちゃうんですけども、でもきっとその道元さんはアメリカのお話でしたけど、アメリカで出産費用はすごくかかっても、それ以外の福祉とかが別の部分では充実しているというか、この一人一人が生まれて生まれて亡くなるまでっていうこの期間のこの国としての対応で言うと、きっとそこで100万払ってもリカバリーしてくるというかなんか和製英語みたいな英語みたいなこと言っちゃいましたけど、カバーできるんじゃないのかなと思うんですよ。どうなんですかね、実際。きっとこれって国によってだいぶ違いますしね。日本は今50万55万値上がりしたっけな、なんかそのぐらい、一人出産した時に50万費用が国から出るんですけれども、私は一人はプラス20万自分で払いましたし、でも違う子の話で言うと2万返ってきたよっていう子もいましたし、でもそれって国の支援であって、例えばね、産む時にいろんな処置をした子は逆に自分が入っている生命保険とかからたくさんお金をもらえたり
とかもいろいろあるんでね。難しいな。日本の出生率上げるためですよね。子供を産んで明るい未来が想像できる日本であって初めて子供を産みたいって思えると思うので、やっぱまずはこの日本の未来は明るいよっていうことをしっかりとね PR アピールしてほしいですね。このまま人口が減り続けたら20年後30年後の日本がどうなっているかなんですけども、私はもう今もこうちょっとずつ導入されてると思うんですけど、 AI がこう世の中に浸透してきて、もう本当にいろんな職業がなくなって、こう生活していく上でも機械がたくさん入ってくるのではないかなと思ってます。でもそうなるとやっぱりね、働くことも難しくなるし、仕事を探すのも大変だし、ねえ、どうがいいんですかね、日本の未来。外国の方たちが日本にこう移住や文化交流として来られて、こう日本を助けることができるっていうのは、私はできると思います。っていうのが、やっぱり現に外国の方に助けられている仕事の方ってたくさんいるんですよ。田舎になればなるほどとか、第一次産業であればあるほど多いと思います。ですし、こうなんて言うんだろう、こう人口が減っているところにおいて、やっぱり日本が人口をこう増やすのは結構難しいっていう部分もあるので、やっぱりどうしても外国の方の力を借りて日本をこう明るい未来へっていうのは必要だと思いますし、最近ね、日本の総裁が変わった、総理大臣が初めての女性総理に変わったっていう部分も、こう日本をよりいい未来に、明るい未来にしていくっていう部分で言うと、すごくどんどん良くなっている雰囲気がすごく良くなっていると思うんですよね。あ、でも私そうそうそう、やっぱり子供とか連れて子育て広場とか支援センターとかに行くと、きっと外国人のお母さんなんだろうなっていう方がいらっしゃって、でもつけてる名前とかは日本人なのでわかんないんですけど、こう普段そういう接客をして外国人の方とよく会うような接客をしていると、パッと見てすぐわかるんですよ。あ、どこの国の方かなみたいなって思ったら、うちの子もやっぱり半分その血が入ってるので、なるべく積極的に私がなんか嬉しくなって話しかけちゃいますね。日本に来てくれてありがとうって思いながら、日本でこうやって子育てしてくれてありがとうって思ってお話ししに行くことはあります。若い外国人の方がこう瀬戸内海の島々や、あと北広島の田舎の古民家とかで地域を活性化するプロジェクトっていうのは初めて聞いたんですけど、でもなんだろう、日本の若者がやっていないことを挑戦する外国人ってめちゃくちゃかっこいいと思います。だって日本の若者でさえやっぱり田舎に行くことが怖かったりするんですよ。この何でもある都会に住んでいるのにわざわざ田舎に行くのっていうやっぱり怖さとかって絶対にあると思うので、ましてや外国人の方って住んでる地域がそもそも国外で違ったってわけじゃないですか。で、日本に来てくださって田舎を選んで地域を活性化したいっていうその気持ちがやっぱりすごく嬉しいなって思いました。こう地域を活性化するっていう取り組みで言うと、自分がしてきたのはやっぱり地域の方と一緒に料理を作るっていうイベントだったりとか、その国際マルシェみたいなのに足を運んだりとか、そういうのが定期的に私の住んでいる地域では行われています。そうですね、日本の未来について希望を感じることは、今はまだちょっと少ないかもしれないっていうのは、私自身の努力も足りてない
未来を明るくするための努力がまず私自身が足りてないですし、でこれからね自分の子供たちをこう育てていくのにどうか明るい希望のある未来であれって思いますし、でもそのためにはやっぱりね家族単位で準備もしていかなきゃいけないですし、そう地域がね地域との関わり、やっぱりこう田舎にいると人も少ないこともあり、地域との関わりがやっぱ薄れていく部分もあるんですけれども、でも都会にいると都会にいるでもっと干渉がない部分があったりとか、地域との関わり、本当に隣に誰が住んでいるのかわからないみたいなところがあったりもするので、やっぱりこう明るい日本、希望のある日本、希望のあるこれから私たち自分たちの人生を思った時には、まず自分の努力が必要なんだなってすごく感じました。私が影響力を持つ考えたことなかったです。でもね、私の住んでいる地域がこういう田舎でこういうことをやっていて、はたまたこういう部分もあってっていうのが発信していけるとも思ってなかったので、そもそもね。なのでやっぱこれを見てくださっている方がいて、少しでも日本に興味を持ってくださったり、日本に旅行に来たりとか、旅行に来ていいって思ってその次は住んでくださったりとか、でもそういう方がやっぱこうちょっとずつ増えていくと嬉しいですね。そういう未来もあるのかな、あるんですかね。楽しみにしてます。いや、そのためには私もこういいところをたくさん発信していかなきゃいけないなと思います。やっぱり私の努力が必要ですね。はい。今日は日本の人口減少とそれにまつわるさまざまな問題について話したんですけれども、いかがでしたか？結構日本についてこんな深く考える時間を普段取れないので、今日ちょっとこういろいろ考えて、なんかすごく私にとってはいい時間だったなと思いました。で皆さんの住んでいる地域にどんな問題があるとか、人口減少している、はたまた増えている地域もあると思うので、いろいろコメント欄にて教えてください。それとビデオの説明欄に私たちの文法コースの紹介もあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。道元さんのコメディ動画を使って私たちの選んだ日本語の文法ポイントを解説したりしています。それでは皆さん、よかったら最後にいいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。これからも日本にまつわることや日本文化、いろいろ発信していけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。